古谷美智子さん、当時3歳。爆心地からおよそ 1.2 キロの上柳町で被爆しました。爆発の瞬間、ガラスが右半身に突き刺さり、そのうちの一つは30年もの間顔の皮膚に入ったままでした。顔から出てきたガラス片は古谷さんから寄贈され、平和記念資料館で保管されています。多感な少女時代、被爆の傷跡に苦しんだ古谷さん。しかし、国と国との戦争は悲しい結果につながるけれど、個人で付き合うアメリカ人に対する憎しみはないと語ります。右からの熱線とあれで右ばっかりは負傷したんですね。顔とですね、腕と足で、ここに18ミリかけ7ミリかけ1ミリのガラスが入ってました。朝夕顔を洗うために手に触れるから入ってることは知ってましたけれども、特別それを取り出さないと危険だとかそういう状況じゃなかったんですね。だから30年間入ったままで、ちょうどその頃私が入院してましたところ、患者さんの、中にちょっとこうふざけてね、私のほっぺたをキュッとこうつねった人がいるんですよ。でつねった途端にピュッと出てきたんです、先端が。病院ですから、お医者さんにこう出ましたって言ったら、ピンセットでスッスッと抜いてくださったんですね。だからこんな簡単に出るもんだったのかと、その時にはちょっとびっくりと感動と両方でしたね。原爆投下の2週間ぐらい前に、父が尼崎の方へね出張に行って、今度は広島が危ないらしいという噂話ですね、それを聞いて帰ったんです。で急遽姉と私を壁の方へ疎開させたわけなんです。昼間は80ぐらいの祖母と私と二人きりになるんですね。そうすると、祖母も口うるさいわけですよ。そうするとね、だんだん私の顔がね子供らしさを失って、なんか笑いを失って、ちょっと非常にちょっとなんて言うんですかね、老人臭いって言ったらおかしいんですけど、そういう表情になったらしいんですね。で姉が心配して、土曜日にじゃあお父ちゃんお母ちゃんのところへ連れてってあげようかっていう話をしてくれまして、もう喜んで連れてってっていうことで、それで私を連れて壁線に乗って、それで横川駅に着いて、上柳町っていうとこなんですけど、そこへ歩いて帰りました。古谷さんの実家は本通りで、祖父の代から時計店を営んでいました。しかし戦況が悪化した昭和20年、父親は一時的に軍需関係の仕事に就き、家族は上柳町の叔母の家に身を寄せていました。古谷さんは8月4日、5日は両親、姉と上柳町で過ごします。6日の早朝、姉は川内の分校に登校。
その後の出来事でした。8月6日の午前8時15分、土間に腰掛けてる時に被爆して2、3メートル吹き飛ばされた上にいろんなものに天井とか梁に埋まって、それで父がいてくれて助かったんです。もう母とおばと私とでは逃げきれなかったと思います。おばが重傷を負ってますしね、私も意識不明ですし、掘り起こした後血だらけの私とおばを帰りばんこに背負ったり抱いたりして、栄橋っていうところがあるんですけど、今もあります。栄橋を渡って逃げました。でその後新津神社の、境内まで行ったんですが、境内がもうね死傷者で足の踏み場もないぐらいにいっぱいだったんだそうです。それで境内に入れなくて、裏山の新津神社の裏山のそこの中腹まで逃げました。昭和24年に小学校入学してますけど、やっぱ当時はね同級生にもちろん被爆者もいましたし、戦争でお父さんを亡くした人もいましたし、それから原爆で両親とも亡くなった同級生もいましたし、被爆した傷が足が引きつれて膝のところがもうやけどで曲げられなくなったような人もいましたしね。戦争の直後ですからね、そういう人はいっぱいいました。ただね小学校何年生でしたかね、2年生か3年生の時担任の先生がこの中で被爆した人手を挙げてっておっしゃったんですね。それで私なんかすぐ手を挙げました。で7、8人手を挙げた子がいました。みんな女の子でした。後で同級生に成人してから会って話をしてみると、親に言われてね、被爆したことを誰にも言うなって言われて手を挙げなかったんよって言ってました。ですからその子もいまだに被爆者健康手帳を持ってないんです。で「みっちゃんいいね、親が原爆手帳取ってくれたから」って言いますけどね、ちょっと複雑な気持ちがしますね。だからうちの両親に関しては隠す人ではなかったし、お客さん商売してましたから、お客さんとか来られると、この子は顔や手や足にこういう怪我をしてっていうことを訴えてましたね。だから原爆がどんなにひどいものかっていうことを積極的に訴えてました。だから私はちょっとそういう人様に見せ物みたいに扱われるのが嫌だなと思ったこともありましたけど、今になっては被爆したことが恥ずかしいことでも何でもないし、私たちは罪がないのに犠牲になったわけだから、被爆したことを隠してまでいい結婚をしたいとかそういうことは思いませんでしたし、
今となってはこんな親に育てられてよかったなと思ってます。佐々木貞子さんと私は学校は違いますけど同学年なんですね。だから今度私の番かなっていうのはやっぱ子供心にもありました。親としてはね、なんか被爆した子を抱えて生きるっていうのは爆弾を抱えて生きるようなもんだって言ってました。だからいつ原爆の影響が出るかわからないっていうことなんですね。運動会とね、水泳大会が一番嫌いでした。嫌なんです。その腕とそれからブルーマー履いた時はやっぱり足が出ますよね、ほとんどね。そうするとね、あの怪我した跡が見えるんですよね。だからまあやっぱりその原爆で受けた傷っていうのは事あるごとに特に思春期の少女にとってはやっぱり辛い経験が多かったですね。進学して東京行った時はやっぱりクラスメートが学友がねその傷どうしたのとか聞くんですね。この顔の傷のことで。でちょっと事故でっていうふうにごまかしていたこともあります。うんと親しくなったらね実はねっていうふうにでも本当のことを伝えてましたけどね、誰でも彼でも言いたくないというかね、率直な質問するじゃないですか、若い人若いうちは。だから悪気はなくても「どうしたのその傷」っていう初めて会ったような人に言われるのはちょっと辛かったですね。そこで長々とね原爆の話をする気にもならず、まあ忘れようと思って東京絵師の大学に進学したにもかかわらずやっぱり原爆を離れることはできない。自分の体にこれだけのね傷が残ってるわけだし、たとえ傷が残ってなくても被爆した経験はこれはもう元に戻すことはできない、そういう思いはねやっぱりどこへ行ってもありました。原爆の被害に遭ったっていうことを被害者意識ばっかり募らせて生きてても全然意味がないんじゃないか。もうだから被爆したことは被爆した事実として受け入れて、体の傷もそれを受け入れて自分自身のやりたいことをやっていきたいなっていう気持ちにはだんだんなっていきました。まあ ABCC は小学校の高学年だったんですかね。母とは引き離されて一人でアメリカ人の医師の前に連れ出されて体の検査をされたわけですけど、パンツ一枚でそのステージの上で写真を撮られたんですね。四方八方からっていうか、まああっち向けこっち向けっていう形で、まあ今でこそ言葉は出ますけど本当に屈辱的だったと思います。まあその ABCC に対する気持ちはねもう後々まで、母が亡くなった昭和46年までずっと続いてました。母が亡くなった時に
葬式をする、もうおかんを出棺する直前まで3回も電話かけてこられて、解剖させてくれっていうね。で私はもう絶対嫌だっていうことを主張しましたけど、姉は3回目には解剖してもらったらとは言いました。だけど私は絶対に嫌だって、もうあんだけ原爆に痛めつけられて、そしてまた ABCC でたとえ死んだ体とはいえね、メスを入れられるのは絶対嫌だってとうとう反対して、解剖させませんでした。後に放映権ですか、 ABCC が放射線影響研究所になったんですけどね、日本の組織に。ABCC の間はもう反発しかなかったですね。嫌なところでした。中学校になってから私が英語を勉強するようになってね、私の実家が本土で時計屋してましたので、お客さんの中でやっぱり東南アジアと船で着いた人とか、だから岩国の海兵隊の人とか、土日とかすごくたくさん来られるんですよね。店の人が、外国の人が来られると「横文字が来ちゃったよ」って呼びに来るんですよ。で私が出て応対して、拙い英語でも交流ができますよね。そういうそれがねすごく楽しかったんです。で高校になってからも女学院のシスターの先生に習いに行ったり、結果的には自分も英文科を志望して専攻することになったんですけど、個人で付き合うアメリカ人に対する憎しみはなかったです。国と国とが戦争するとそういう、悲しい結果につながるわけですけど、やっぱり個人で付き合ってアメリカ人が嫌っていうことはなかったですね。勤めましたのもアメリカの会社なんですよね。38歳から20年間フォードという会社で勤めましたけど、やっぱり仕事してる間もアメリカ人が嫌と思ったことはないんですね。私自身がやっぱり一番嫌いなのが差別なんですよ。それから人種差別もね、から男女の差別もね、もう皆嫌いです。やっぱり自分がね受けてた嫌な思いっていうのを、人にはしないっていうかね、そういう思いはすごく強くありました。インターナショナルな感じでみんなが仲良くできればなっていう思いはいつも思ってます。私生きるっていう被爆者の自分史にも書いたんですけど、戦争を体験した人がいなくなった時、やっぱり世の中がねおかしい方向へ行くんじゃないかっていうことを6年前に書きました。やっぱり戦争体験者当事者と、それから戦後の教育を受けて、今の平和な世の中を生きてる人の感覚がね違うと思います。原爆体験者のみならず
戦争体験者の話はね貴重だと思いますので、それをできるだけ多くの方に聞いていただいて、でやはりその思いをね受け継いでっていうか、それを現代の人にも未来の人にも行動に移せる若い人たちであってほしいな、それは痛切に思いますね。やっぱり二度とね戦争を起こさないために、それはやっぱり祈りですね。